どうも、シフです。3回目の最強シリーズのレードとして、月光河が登場することが決定しましたが、毒テラスタイプの月光河の対策として、アタッカー3体、サポーター3体の合計6体、対策ポケモンの候補として考えてみました。月光河の技構成次第で最適なポケモンは変わってくるので、あくまで候補という形で、皆さんも対策に良さそうなポケモンをコメントしていってくださると嬉しいです。まず、この最強月光河の開催期間については、1月27日、金曜日の9時から1月30日、月曜日の8時59分までの3日間限定のイベントになっています。開催は2回あり、第2回目はこのようになっており、どちらも同じ月光河が登場します。この最強の月光河は、ストーリーのクリア後に登場するようになる黒い結晶から出現するようになっているため、このイベントに参加するには、ストーリーのクリアに加えて、星6のレイドを解放させている必要があります。黒い結晶の星6レイドは、クリアするだけではなく、クリア後に学校最強大会で優勝して、星4以上のレイドを10回クリアすることで発生するようになりますので、今回初めて星6以上のレイドに参加するという方はこの点に注意してくださいね。報酬は前回と同じであれば、1回目が特製パッチが確定で1つ、経験飴 XL4 個、L が6個で、毒テラピースが10個以上ドロップします。報酬についてはまた当日も詳しくお知らせしたいと思います。また、いつも通りであれば色違い月光河は出現しないようになっていますので、不可厳選で色違いケロマツを孵化させましょう。それでは月光河の対策ポケモンを紹介していきます。前提として最強の月光河が覚えていそうな技は、これらの技が挙げられ、物理技まで考慮するとこの1匹で完璧というポケモンはいません。というのも最強月光河は毒テラスタイプで弱点、地面エスパーの2タイプになっており、一見エスパータイプや地面タイプのポケモンで対策を取れそうですが、月光河の元々のタイプは悪、水の複合タイプで、こちらのエスパータイプに対して弱点をついてくることや、地面タイプに対しても冷凍ビームを覚えているかもという風に考え出すと止まらず、技範囲の広さや元のタイプも考慮するとかなり対策が難しいポケモンになっているからです。ですので今回挙げる対策候補のポケモンの強みや懸念点も合わせてアタッカー3匹、その後にサポーター3匹という順番で紹介していきます。それではまず1匹目のアタッカーとして紹介するのがエルレイドです。攻撃と特防の値が高いポケモンで、月光河の弱点タイプであるエスパータイプの技をタイプ1で打つことができるポケモンです。格闘エスパーの複合タイプのポケモンなので、月光河の悪技が弱点にならないのはエルレイドの強みですね。育成については画面に出している通りですが、性格が意地っ張り、持ち物は回復できる貝殻の鈴、努力値は HP と攻撃に最大まで振るのがいいと思います。テラスタイプはエスパー、特性は切れ味というポケモン SV から新しく追加された特性がおすすめで、最強月光河に対するメインウェポンになるサイコカッターの威力を 1.5 倍にすることができる特性です。サイコカッターはもともと威力70の技なので、タイプ1ボーナスで威力105、特性切れ味で威力が158、さらに効果抜群の効果で威力316の技で攻撃ができます。他には積み技である剣の舞は確定で、光の壁や電磁波などもおすすめです。懸念点としては月光河が両頭型でツバメ返しなどの飛行技を覚えている場合ですが、その時は次に紹介するポケモンで月光河レイドに挑んだ方がいいかもしれません。個人的には両頭型であってもツバメ返しまでは覚えていないのではないかと予想しており、その点以外はかなり対策としてぴったりなポケモンだと考えています。2匹目のアタッカーとして紹介するのがシャワーズです。特性が貯水で水技無効、さらに計算上ではアシストパワーでワンパンを狙うこともできるポテンシャルを秘めたポケモンで、マルチよりソロで攻略するのに向いていると考えています。育成についてはこんな感じで、性格は控えめ、持ち物は命の玉、努力値は特攻と特防に最大まで振るのがいいと思います。テラスタイプはワンパンを狙う形なので何でも大丈夫です。シャワーズを持っていない方は固定出現するテラスタルシャワーズもいるので、そのシャワーズを捕まえるのがおすすめです。特性は貯水で、水タイプの技を無効、さらに回復効果までつくので、エースバーンの時のヤドランより安定しそうです。技構成についてはアシストパワーと瞑想、嘘泣きまで確定で、あとは月光河が影分身を覚えていた場合に黒い霧が役に立つかもしれません。ただ黒い霧は味方のバフ効果も消してしまう技ですので、ソロでは大丈夫ですがマルチではむやみに使わないよう注意が必要です。ワンパン想定の立ち回りとしては瞑想6回、次に嘘泣き、最後にアシストパワーで倒しきれる計算ですが、懸念点としては月光河が影分身を覚えている場合と、エースバーンのように時間経過でバリアを張ってくる仕様になっている場合です。またエースバーンレードのビルドアップのように初手に影分身を打ってくる月光河であれば、アシストパワーの前に黒い霧を挟む必要があるので、月光河のバリアが早いかこちらの攻撃が早いかのような運要素が大きく絡みそうなのが不安ですね。時間経過のバリアさえなければ安定してソロでワンパン攻略ができそうなので、
また当日に試してみて、使えそうであればもっと詳しく立ち回りなどを紹介する予定です。3匹目のアタッカーとして紹介するのはガブリアスです。攻撃の値が高く、さらに耐久にも優れたポケモンで、ドラゴン、地面の複合タイプなため、月光河の弱点である地面タイプの技をタイプ1ボーナス込みで打つことができます。育成についてはこんな感じで、性格は意地っ張り、持ち物は貝殻の鈴、攻撃に最大、特防に最大まで振るのがいいと思います。テラスタイプは地面で、特性はサメ肌がおすすめですが、月光河が接触技を持っていない場合は通常特性の砂隠れでも大丈夫です。技構成はメインウェポンになる自信と、積み技の剣の前は確定で、その他は手助けなどもおすすめです。懸念点としては最高の月光河が冷凍ビームを覚えている場合で、その時は残念ながらガブリアスを月光河のレイドに連れて行くことはできません。さらに先ほどの L レイドとは違い、冷凍ビームを覚えている可能性は結構高そうなので、事前に育成しておくなら L レイドの方がおすすめです。ただ当日冷凍ビームを覚えていないことが判明すれば、捕まえやすく育成しやすいポケモンなので、アタッカーとして活躍できると思います。ここからはサポート役のポケモンたちですが、まず紹介するのがブラッキーです。物理アタッカーも特殊アタッカーもサポートできる優秀なポケモンで、防御と特防どちらの値もかなり高いので、月光河が両党型であったとしてもかなり活躍できると考えています。育成はこんな感じで、性格は穏やか、持ち物は嫌な音の命中を上げる広角レンズ、泥口は HP と防御に最大まで振るのが良さそうです。特性は負の波動でひるまない精神力、技構成は嫌な音、嘘泣き、手助けまで確定で、月光河の影分身対策に挑発化、光の壁や電磁波などもおすすめです。懸念点は特になく、どんな方の月光が来ても技構成や泥口配分を変更することで幅広く対応していけると思います。次に紹介するのが銅王です。HP と特防の値が高く、タイプも月光がレード向き、さらに特性により水技を無効にできるため、月光河の対策ポケモンとして注目されているポケモンの一匹です。育成はこんな感じで、性格は穏やか、泥口は HP と特防に最大、持ち物は悪の波動のひるみなどの対策で、隠密マント、特性は貯水で確定です。技構成はアシッドボム、手助け、自己再生、度忘れ、冷や水などが候補技として上がってきそうです。初手影分身対策として黒い霧もいいかもしれませんが、シャワーズのところでも触れたように、味方のバフも消す技なので、打つ場面には注意して使うようにしましょう。月光河が冷凍ビームや陣痛力を覚えていた場合でも、ダメージ的には3割程度しか入らないので、倒れないサポーターとしてはかなり優秀なポケモンです。最後に紹介するのがトリトドンです。役割としてはかなり銅王と似たポケモンで、特性で水技を無効にでき、さらに特攻も上昇し、地面技をタイプ1で打てることから、味方をサポートしつつ火力面でも活躍できそうです。性格は穏やか、泥口は特攻と特防に最大まで振るのが良さそうです。テラスタイプは地面で、性格は呼び水、持ち物は銅王と同じく隠密マントがおすすめです。技構成は大地の力、冷や水、手助け、度忘れなどが候補技で、トリトドンの強みとしてクリアスモックを覚えるという点があります。黒い霧と違って味方のバフを消さずに敵の能力のみリセットできるので、月光河が影分身を多用するようなパターンがあればかなり活躍してくれそうなポケモンです。懸念点としては月光河が草結びを覚えていた場合ですので、その時は銅王を使うか最初に紹介したブラッキーがおすすめです。またエース版レイドで活躍したヤドランは悪の波動などの悪技を受けきれないことや、ヤドキングでワンパンを狙う方も考えたのですが、やはり悪技と悪の波動のひるみ効果が付きまとうため、今回は紹介しませんでしたが、月光河に悪技がない場合、また友達などと連携が取れる場合は、リターンでワンパンを狙うことができるポテンシャルを持ったポケモンなので、当日にヤドキングが流行するみたいなパターンもあるかもしれません。ということで、今回は最強月光河対策におすすめなポケモンをアタッカーとサポーターに分けて6体紹介してみました。技構成などがまだわからないので、なるべくこの場合はこのポケモンがいいのかとわかるように動画を作ってみたので、少しでも参考になれば高評価お願いします。また当日にもソロ動画や対策ポケモン動画を出す予定ですので、ソロ動画をチェックして最強月光河に挑むという形でもいいと思います。また他にも対策におすすめなポケモンをコメントいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。